やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、アイコーの ITX1。この商品、なんというか、一言で言うのがめちゃくちゃ難しいんだけど、USB 3.0 が3台繋がって、USB-C が1個繋がって、USB で急速充電できて、おまけに HDMI が繋がって、なおかつ SD カードとミクロ SD カードが読み取れる上に、4.4mm バランス接続が可能なハイレゾ DAC でもある。これが出来上がる下地、メーカーの概略から触れていこうか。アイコーは数年前に立ち上がり、独自の設計開発力でイヤホン及び DAC を開発してきたブランドだ。スタンダードな OH1、単動採用で重量を増し、ダークな雰囲気ときらめく広域を持つ OH10、一点明るく突き抜けた OH1S、より低価格ながらバランス型で独特の魅力がある OH2 と、話題作を多く発表してきた。一方で DAC、パソコンやスマホに USB でポン付けする音周りのデバイスも発売していて、現在流通しているのは、アイコー ITM1、かなりカリカリの高音域を楽しめる、分離感を強調する DAC だな。また、接続がマグネット式で、うっかりケーブルが引っ張られた時にも、USB ポートやイヤホンのケーブルにカフカがかからないようになってる。実用性と音質の両面でおすすめしたい一本だ。今回の ITX1 は、そんな音質と実用面での面白機能が組み合わさった1台。いつもの形式でレビューしてると頭がこんがりそうなくらい多機能だ。デスクトップに置けるということは、でかくしてもいいし、外装はタフさより綺麗さを求めていいということ。で、やりたい放題やったもの、というのがこの ITX1。オーディオ的な強化は、4.4mm バランスの追加。便利さの強化という面では、いろんなものが繋がる、マルチメディアハブ化したところが大きい。ただ、このマルチメディアハブ化した、というところが、地味に厄介で、接続する際に、大電力と高速なデータ通信が行える、USB-C という形のポートが必要になる。そこら辺の規格は沼なのでざっくりとしか言わないが、USB-C PD ポート、もしくはサンダーボルトポートを持つノートパソコンに接続して、スマートに使うのが本来の用途だ。でも、古いノートパソコンや、デスクトップパソコンで使いたい、と考えてる人はいないかい？そういう人のために、機器が正式に対応していない人のための注意点を次の項目でまとめるぞ。僕は ITX1 を通常の USB 3.0 端子につなげて使ってる。パソコンの USB で、中身が青いソケットのことだ。中身が白、あるいは黒の端子は USB 2.0。ここにつなげると使えない。また、変換プラグや変換ケーブルが USB 2.0。つまり青くないと使えない。ざっくり言うと、青い端子で延長ケーブルや変換ケーブルを統一しないとダメ、ってことだ。延長ケーブルと変換プラグの規格がよくわからん人は、パソコンの USB の見える部分が青けりゃ使える。でもって、僕が実際に使ったケーブルを詳細欄に貼っとくので、それと組み合わせれば動く、ということ。ただし、USB 急速充電は使えない。そんなに電気来てないからな。さらに、本来想定していない繋ぎ方をしているので、デスクトップパソコンの場合、パソコンの前面に生えてるポートだとプチプチノイズが乗った。これは内部で USB ハブのように、ポートが分岐しているため、ざっくり言うと、デスクトップパソコンなら後ろ側の端子に繋げないとバグりやすいってこと。まとめると、本機は、マルチメディアハブ機能のせいで、USB 3.0 でしか動作せず、なおかつハブを介さず接続した方が安定して動作する。簡単に言うと、ちゃんと対応してる USB-C ポートを持つノートパソコンを素直に使うか、いろいろ苦労して青いポートに繋げないといけない、ってことだ。マルチメディアハブとしての機能は充実。USB 3.0 が3つ、USB-C が1つ、USB-C PD が1つ、それから HDMI と SD とミクロ SD のカードリーダー付き。カードリーダーは DAP のデータを書き換えるのにめちゃくちゃ便利。かつこいつでも音が聞ける。本体はきちんと金属製。プラ製でお外でタフに使っても良いように作られた ITM1 とは随分雰囲気が違う。本体の再生停止、ボリュームスイッチはなくなったが、本体で3つのモードを選ぶのはそのまんま。ゲーム、ムービー、ミュージックの3モードを、光ってる部分を長押しして選択するぞ。ガンメタリックの本体は落ち着いた雰囲気で、どんな環境にも合わせやすいな。表裏がないデザインで、パッと繋げて使う時にも違和感を感じないデザインだ。本機最大の特徴が、4.4mm バランス接続が可能な、いわゆるちゃんとしたハイレゾ DAC を搭載したモデルだということ。4.4mm バランス、3.5mm アンバランスの3つのポートを持ち、いずれかから音楽を出力する。他のハイレゾ機器同様、もちろん両方同時に使ったりはできない。イヤホンをつなげてる時にだけ、Windows に認識され、外すとオーディオデバイスとして取り外された認識になるので、スピーカーで音を鳴らしたいけどこいつをつなげておきたい時にもわかりやすい挙動だな。
そんな音質面でも、独自性が強い、USB DAC である ITM1 は、ESS の独自仕様チップを搭載していたが、今回はメーカーがわかんない SNC8600。もちろん、音色としては問題なく、また高音域がよく目立つ、分離感の高い音となっているぞ。具体的なメーカー名は出てないが、ちゃんとした DAC メーカーとの共同開発、といろんなところで銘打たれてる。実際、音質も安っぽいと、感じたりするところはなかった。音色について見ていこうか。ITX1 は、数ある DAC の中でも非常に高質な音を出す分類に入る。イヤホンの音がもっと感触になったらいいのになぁ、とお考えの人とか、ゲームの音がもっとくっきりはっきり聞こえたらいいのになぁ、バランスの分離感をさらに際立たせられたらいいのになぁ、なんて考えている人にベストマッチする音質だ。実際、同じ iQOO の USB DAC、iQOO ITM1 に増して分離感が際立つ。この傾向は 3.5mm で繋げても顕著だが、4.4mm バランスで繋げると特に顕著に現れる。4.4mm バランス接続時の音は、自然さよりも密閉型イヤホンと組み合わせると気持ち良いくらい音が分かれる仕上がりで、僕はすごく感触好きなんだけど、暖色系の音色でもうちょっと頑張ってほしいなぁ、と思ってたイヤホンが軒並みめちゃくちゃ気持ち良い音になった。なので、ITX1 は感触好きにぜひとも触ってみてほしい DAC となっているぞ。また、もし CD 音源を聞くときでも、本体で扱うビットレートは高めにした方がいい。あくまで体感での話なんだけど、YouTube などの普通の音源を聞いてるときでも、32ビット 192kHz 動作時と16ビット 48kHz 動作時で、前者の方がよりくっきり聞こえる印象がある。どっちを選んでもタダなので、安定する限り、動作ビットレートは引き上げてしまって良さそうだ。もちろん、度感触、高音が強く出る傾向のおかげで、空間も広く感じる。自然派には向いてないかもしれないけど、そうじゃない人にははっきりと違いがわかる、個性に溢れる音色だ。また、きちんと正しい接続をすれば、安定感も高い。今回は多分でキラー、でデスクトップパソコンにつなげたけど、きちんと対応してる環境につなげれば、より満足のいく取り回しができるはずだ。オーディオがつながる手元の部分に、USB や各種ポートが空いてるのは、それだけで便利。で、普通のマルチメディアハブ、適当に Amazon とかで見ると、オーディオ機能がないものが、3000円ちょっと、質感と、バランス接続できる DAC が、3000円で手に入ると思うと、本気で魅力的なガジェットに見えてこないかい？僕には見えるな。というわけで、接続に制約こそあるものの、持ち運ぶノートパソコン用ハブ兼オーディオ機器として、最強の扱いやすさを持つ ITX1、スマートフォン向けの DAC よりも質感が良い点も、ノートパソコンにジャストフィットする DAC を探してた人にぴったりなんじゃないかな。一方で、DAC の音色としての個性は強く、分離感や高音域の強化が著しい。もちろん音は刺さらないけど、ノートパソコンのオーディオで満足してる人も、音質がガラッと変わるので、アップデートの実感を感じられる一本にもなってるぞ。あと頑張ればデスクトップパソコンでも使える、スマホでは基本無理。と、こんなところだな。色々と独自色が濃すぎてとっちらかった感じになってるが、でも、一つ一つの機能がきちんと使えて、かつオーディオ的にもパンチが効いてる、欲しくなる一台だ。ただ、普通に使うには、ITM1 の方が小回りが利くシーンもあるので、そこら辺は自分の好みで使い分けてみてほしい。といったところで今回はここまで。僕の PC 優先オーディオは ITM1 から ITX1 に更新されたぞ。